ジャズ生活の色、どうもこんにちは、ジャズギタリストレイ大工です。ということで今日はジャズスタンダードのイントロやっていきましょう。曲のメロディーを知らない時にイントロ出しをしなきゃいけない、そんな時にかっこよく決める方法を知りたい人、ぜひ必見です。ビバップ風のイントロ出しというところになります。で特にマイルス・デイビスとかのマラソンセッションと呼ばれる4つのアルバムで、こういったのをよく聴いてたような気がするなという印象があります。でこれの利点としましては、曲のメロディー知らなくてもかっこいいイントロが弾ける、これに限りますね。なので同じ場所に狙ってる子がいる時はぜひぜひこういうイントロを出したら、モテるかもしれません。知らんけど。でこのイントロを出す時の発動条件が、最低限でもあります。何にもないところで出すのはすごい厳しいです。ではその発動条件とは何でしょう。最低条件1つ、曲のキーがメジャーである。2つ目の条件は慣れていればクリアができるんですけども、曲の頭のコードが一度メジャーである。正直言うと一度メジャーじゃなくてもいいんですよ。これについては、最後の方応用編としてやり方を紹介していきます。ということで発動条件の1つ、キーを知るってことですね。でコードがF メジャー、1度メジャー7いって D7、3度7いって2度マイナー7、G マイナー7いって5度7、C7 で F に戻るというところになります。1625循環コードと呼ばれます。ここでずっとぐる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 やっていけるからね。でこの F メジャーのところが A マイナーに変えましょう。A マイナー D7、G マイナー、C7、3度マイナー6度7、2度マイナー5度7という感じになります。これははっきり言って同じです。F メジャーと A マイナー代理コードで同じように使えるトニックグループというところです。あんまり気にしなくていいです。という感じで、コードやるだけでもイントロっぽくなりますよね。なので最初に僕がやったの難しいという方は全然コードだけでも出せます。ちょっとやり方適当にやりますね。という感じで、コードだけでもイントロになりますが、今日はこれにちょっとね余分なことをしていきましょう。というわけで最初に弾いたこのビバップ風のやつをやっていきましょう。でちょっとこれ難しいでできんという方も見えると思いますが、安心してください。一通りまず解説します。この解説は何でするかというと、全体的な外枠を分かるためにやります。この全体的な外枠が分かったら、あとはもうどんな風にも簡単にできますので、これを一通り解説終わった後に簡単なやり方もやっていきますので、そちらの方もしっかり見てください。ラインとしましてはとなります。これにコードつけていきます。ここは A マイナーと書いてありますが、フラット5にしてやってます。でこのポジション12、13、11、メロディートップのメロディーがここで、下でコードの、押さえるという感じになります。7度とマイナーサードね、これだけで A マイナーの響きがしっかり出ます。でこれにフラット5がトップメロディーだとね。で今ベースこれ弾きましたが、弾かない方が楽です。弾くならねこの手でとやらなければいけないけども、ここだと一振りでできるね。でこの時のポイントとしましては、コードはギリギリまでねやると。僕の場合ここまでだね。ここからは離しちゃってますね。そうするとギリギリまでコードがね聞こえると
でこの後 D7 に入るのでここで弾いてあげる。この D のベースの音ね、10フレットだ。この時に人差し指で他の弦をミュートしてあげるとワンストロークでいけるとね、いけると。でこのポジションでこの辺りをしっかり見るね。ここの3連符のとこ難しいからね。でこの辺もしっかりそうだけども、この辺は HP5 をね、HP5 をしっかり見ていくという感じです。ここからまた3連符で攻めます。この辺りしっかりね、ドリアンスケール G のドリアンスケール見ていくという感じですね。で3連符でいった後にここの C のメジャーサードをしっかりここ見ておくとターゲティングできると。でその時にルートも一緒に弾く。さっきの、D7 と同じだね。ミュートしっかりして、でこの後一度 a マイナーどっちでもいい。これだと開放弦使えるからね。はい、半音で3連符でいって3度、メジャーサードに戻ると。この時にルートもできたらよね。これが実に難しい。で小指をスライドね。でここで D7 だからといくね。3度から5度7度いってフラットナイスいって1度いく。でまた G マイナー、さっきと同じだ。で C7 のメジャーいったらでベースを決めてあげる。そうするとリズム感がまた出るからね。でできるね。なのでしっかり基本的なこのビバップのラインを見ると同時にこのコードトーン、各コードトーンをしっかり見て HP5 ね。でドリアンコードトーンしっかり見とくっていうのがすごい大事で、それをした上でコードのシェイプ、スケールのシェイプをしっかり見れるようにする。そうすると音が外れない。であとはギリギリまで、自分のギリギリまででいいです。コードをしっかり鳴らしてあげるね。ギリギリまでコードが聞こえる。それか最初にリズムとしてその時はしっかりパッと切っちゃう。そうするとリズムとしてコードが残る。ということで基本的な外枠分かったので、あとはどんどんこれを簡単にしていきましょう。基本的なラインやり方は分かっているので、ここから自分の好きなところだけをまずピックアップしよう。全部じゃなくていい。例えば最初の a マイナーだけ、ここだけ弾く。あとはコードで攻める。でまた途中でまたという感じで切り替える。自分の好きなところのメロディーだけ、自分の好きなところのビバップのラインを取り入れて、あとはコードで練習する。これも一つのイントロ出しの方法だね。という感じで自分の好きなとこ組み合わせです。なのでこういう練習を積み重ねていくと結局全部弾けるようになっちゃうよっていうところにつながってくるんですな。であとはその時のコンディションによって好きなように自分のイントロが出せるようになります。
ということで F のキーでしかセッションやらないことなんてないよね。なので他のキーでもできるように対策していきましょう。で今は G メジャーのキーでやりました。なんでかというと今5弦のパターンでやりましたよね。なのでこの6弦ルートのところでできたらね、ほぼギターの場合できたじゃないですか。だけどもここの F メジャーでやると開放弦を使わないといけないので、そうではなくて G メジャーでとりあえずやってみようかなという感じですね。でこれの場合コードの足し方がちょっと変わってきますので、そちらの方もしっかり押さえていきましょう。でトップメロディー。っていうところですね。これにコードを加えていく。まずキーが違うのでしっかりトップメロディーコードを押さえていく。ではメロディー分かったのでコードをつけていきましょう。最初 Bm7 フラット5、トップメロディーがフラット5だね。776、こうだね。中指薬指人差し指で押さえる。そうすると小指がフリーになるからとできるね。まあこんな感じでここのね見ておく HP5 とね、でコードトーン見ておくね、そんな感じで。で D7 になった。ここで来た時にここの E 弾くのめんどくさいよね、ルートね。なのでここのセブンスを弾いちゃう D の音だね。でそうするとここでぶつかってかっこいいよね。さ7度とメジャーサードね。という感じで2度マイナー同じだ。でここも同じようにセブンスを弾いちゃう。 D7 のねセブンス C の音だね。でここで人差し指が空いてるので G の低い方のねこれをルートを弾いてあげる。これさっきやったもんね。こっちでもいいんだけどね。そうするとここの運指を変えないといけない。でもどっちでもいいね。でこの時もここのセブンスの音をピックアップしてあげる。で a マイナーもここバッと弾いてあげる。という感じだ。なのでこれで5弦ルートと6弦ルートの、やり方が分かった。であとは慣れたら違うキーでやってみるというのも大事になります。最後に頭が一度メジャーで始まらない曲の場合、ジャストフレンズとかだと B フラットメジャーに行くよね。その時は最後のとこねで F メジャーに行くじゃないですか。それをという感じで無理やりいくと、一度7にしてここを2-5化して4度に行くというパターンを作ってあげると、他のところでもできます。ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひいいねボタンやコメント欄何か書き込んでいただければ大変励みになります。で特に何とも思わなかったよって方がおりましたらコメント欄にコンペイトーとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということでアメリカの日系スーパーでコンペイトをこの前買った私レイだけですけども Facebook や Twitter、Instagram など低頻度で更新しておりますのでそちらの方ですねフォローしていただきつつお皆さんはよなんか書きやと、コメントで私レイだけをいじってみてはいかがでしょうか。ということで最後にですね、皆様スーパーチャットなどをしていただけるとですねただただ私レイだけのテンションが爆上がりしていきますのでそちらの方もぜひよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。